彼は彼で思い入れがあって、その今やってることっていうかやろうとしていることに思い入れがあってっていうのが、ルワンダの反政府軍が虐殺を止めにルワンダにこう侵攻していった時に、ルワンダの北部に、ムリンリっていう場所があるんですけど、はい、そこが今のその反政府軍の拠点になってたところで、そこにいわゆるその国を追われていた人たちがこう集まっていったんですね。要するに打倒大虐殺みたいな感じで、そこにガテラも行って、でその時に日本のその自分の装具を作ってもらった、私も収容したその場所から中古の義足を何本かもらってたんです。でそれ担いでそのムリンリっていうところに行って、でその時に兵隊の人たち、反政府軍の人たちが、俺たちはこれから戦いに行くと、でみんなそれぞれルワンダに対する思いがあるだろうから、みんな自分の思いを話しましょうみたいな。で彼も話したんです。でその時に虐殺っていうことが起こっていて、これから自分の目の前にいるこの兵士たちは戦いに行く。でその戦った人たちの中には足をなくす人もいるかもしれない。でもしなくしたら俺たちが足を作るから、どうか俺たちのために虐殺をやめてくれ、止めさせてくれっていうようなことをこう宣言した場所だったのね。なるほど。だから私たちの活動の名前もムリンリジャパンっていう、ムリンリっていう場所を取ったんだけど、だからすごくやっぱりその自分のやろうとしていたことに価値を持たせたかったっていうのがすごくあったと思う。その時マミさんは無理に入れた？その時私は日本でまだ修行してた時だから、彼だけだったんです。だからそういうことがあって、彼も虐殺終わってルワンダ戻って、いろんなどういう形で組織を立ち上げるのか、それをそのビジネスとしてやるのか、あるいは支援としてやるのか、いろいろこう相談しながら、で最終的には結局ね、障害のある人ってどうしても仕事に就きにくいっていう現状があるので、彼らがそんなに義足を買えるだけのお金を持ってない。だったらそれを売るだのなんだのややこしいこと言うよりは、支援っていう形でその支援をするための資金を自分たちが集めて、彼らの足をなくした人たちに使えばいいやっていうんで、NGO を立ち上げて。なるほど。だからその地球の歩き方をピュッと取ってしまったところから、ある面その導かれるようにこういうふうになってきたんですかね。たまたまそのお友達がいらっしゃったら、だからいろんな偶然みたいなのがあったんだろうけど、こういう形になったっていう。なるほど。で NGO として実際に立ち上げられたのは何年だったんですか？ここの法務省に承認してもらったのが多分96年ぐらいだったと思います。じゃあもう結構早くからですね。そうですね。95年ずっと私、虐殺の後1回、虐殺が終わって半年くらいした時に1回私ここ来たんですよ。その時は結構イージーに入れたもんですか？ビザも含めて。入れます。もうだから私もすごく不安だったんですよ。そういう国の状態っていうのを知らないじゃないですか。紛争が終わった後の国っていうのを知らないから、それこそなんていうの、歯ブラシとか手に入るのかなっていうこともそっちですか？いや、何持ってっていいか分かんないじゃないですか。まず持っていけるかどうかの方が心配ですけどね。でもね、入れるのかとか。でもそうですよね。あの時日本にちゃんとルワンダ大使館ってあった？いや、なかったんじゃないですか。どうやって入ったんだろう。間違いなくビザはいりますもんね。いるはずですよ。それ若さゆえに勢いで入ってきちゃったとか。どうもとかって言って。いやでも歯ブラシじゃないでしょ。まずもって入れるかどうかじゃないですか。なんでそれでもそれは本当に今思えば、
改めてそういえばどこでビザ取ったんだろう。多分日本に窓口は確かなかったと思います。だって政府が変わっちゃってるわけですから、変わりました。なんならその旧政府側の人たちってもうどっか逃げるしかなくなっちゃうし、どうしたんだろまあ、とにかく入れたう。わけです。入りました。まあ、それは歯ブラシ忘れてもビザはゲットできたということで。ということですね。だってで、はい、まあ拠点を決めてその94年にNGO としてでした。95年多分ね6年になってたと思います。95年は私多分そこで一回ルワンダに行って半年ぐらいいたんですけど、戻って日本で資金集めとかしてたから。当時どうでした、その資金集めとか、そのルワンダっていう、まあでも逆に虐殺のニュースあったからよかったんですかね。それはねありました。微妙なところなんですけど、やっぱりルワンダのその大虐殺っていうのがあったから日本でそのルワンダっていうのはまあ知られるようになった、まあ、負のイメージですけど知られるようになった。でプラス日本人が好きそうなその女性が単身でとかそういうキーワードが使えたんですよ。若い女性がとかそういうキーワードが使えたんですよ。多分メディアとしてもなんでって思いますよね。そうだからタイミング的にはまあ良かったんだろうなと。ただ現実問題として私たちやっぱり資金を集めるのが大変だっていうのはやっぱり感じるわけじゃないですか。でとにかくそのスタートするために義足を作る材料っていうのがないとどうしようもないっていうので、じゃあその材料をどうするか、日本のその義足ユーザーの人たちからあるいは義足を作ってるところからいらなくなった義足をもらおう、でそれを再利用させようみたいな感じでまあ、アピールをしようとした。でもなんていうの、私が一番早いっていうか確率的に高いのが全国の義足を作っている会社に私たちルワンダでこういうことを始めます、だからいらない義足を譲ってくださいっていうメッセージを伝えることかなって思ったんだけど、インターネットなかったので全部こうやって手書きでやっぱり書くわけですよ。結構その僕らあまり知らないんですけど義足作ってる会社ってそんなにたくさんあるもんですか？その時多分ね300ぐらいあったと思うんですよね。そんなにですか？なんだかんだ大きいとこちっちゃいとこ含めてね結構せっせ書きました。で、まあ、出すじゃないですか、切って貼って。でも実際ね反応をもらえたのって2つだけだった。300分の2ですか？でもそこからこういう義足があるんだけど使うかって言っていただけたのがあって、それはやっぱりね自分の中でもすごく嬉しかった。それほどだってそんな手紙もらったところで海のものとも山のものとも分かんない私たちに手を差し伸べてくれたわけじゃないですか。それがねなんかすごく私は嬉しかったですよね。なるほど。まあ300分の2であってもその2は大きな2だったんですね。大きかったですね。なんか自分からそういう形でアピールすることってなかったから今まで。なんか人に聞いてもらえるって嬉しいじゃないですか。まあ確かに。しかもなんか人を助けるために一生懸命やってるっていうのはこう認めてもらえるというか、じゃあスタートとしてはまあニュースも含めて、はい、まあまあうまく資金集めもいった感じですか？そうですね。あと本当にだから多分さっき言ったそのキーワードみたいなのでテレビとかそのメディアでちょこっとこう紹介してもらったりとかあったので、決してたくさんごそっとこう集まったっていうわけでは決してなかったけど、まずスタートするにはなんとかいけるかなっていうようなものは集められたですね。そこからもう何年ですか？だから実際本当にスタートしたのは97年なので、27年ぐらい。そうですね。2020年。この一つの拠点一つの国に27年なかなかずっとやってらっしゃるところも
そんなに多くないと思うんですけど、そうですね、そうだと思う。まあ単刀直入に言えることじゃないと思うんですけど、その27年の間にまあ紆余曲折もあるし、なんならもうやめてやろうかなんてこともいっぱいあるんじゃないかと僕は想像するんですけど、どうですか？おっしゃる通りです。まさにそう。若い頃はいろんなことがやっぱりこう受け入れられるんですよね。なんか新しいこととか、こういうのもありだなってこう受け入れられるんだけど、やっぱりなんか年々頑固になってくる部分があるので、どうしてもなんかその受け入れられない。でプラス私ここに来てすごく思ったのが、私は所詮ルワンダの人と同じにはなれないんだっていうことだったんですね。最初はなんか彼らと同じことをしようとか、仲良くなりたいとかそういうふうに思ってたんだけど、生まれて育ったところが違うっていうことはやっぱり違う人間を作るんだなって思ったんです。だから私がなんか当たり前のようにやってることが彼らにとっては全然当たり前じゃなかったり、その逆であったりっていうのがあるので、なんかある時こう開き直ったっていうか、もういいんだ、私はもう日本人闘争みたいな、もうなんかわざわざ媚び売って同化するのも嫌だしみたいなできないですよね。旅だったらいいですけど、一個なんかプロジェクトっていうと、その感覚の部分は折り合いがつかないと難しいし、だからもちろんね聞いたりはするんですよ、彼らはこう思ってるんだろうなって。でも向こうも私のことをルワンダ人としては見ないと思うんです。そうですよね。逆になんか見る方がおかしいかなって私は思っちゃうので、まあ嫌なことがあっても私はよそ者なんだしって思ったりとか。でもやっぱりそのね感覚の違いとかがあればそれなりその都度イライラしたり悲しんだりあるけど、でも仕方ないですよね、ここにいる以上。でも旦那さんとは何年に結婚されたんですか？実際結婚したのはね、多分2001年とかそのぐらいです。結構だいぶ後なんです。変な言い方ですけど事実婚みたいな感じ。そうだから活動を始めた頃は単純にパートナー。そうでも実際籍を入れた、日本で籍入れたんですけど、入れたのは多分2001年とかそのぐらいだと思う。その今おっしゃった、現地人からしたらよそ者だし、でもその中にその今の旦那さんの、ルワンダ人としてのパートナー一人その人がいたっていうのはやっぱり大きいんじゃないですか？そう思います。だから今ほら海外でいろんなことをしようとする人いっぱいいるじゃないですか。でもちろんルワンダでも例えば日本の人が何かやりたいっていうふうに思った時に、パッとやっぱり頭に思うのは、現地で信用できる人が必ず一人いないとダメだねっていうか、本当よそ者が何かやるだけでは、やりづらいだろうなっていうか、騙されるだろうなっていうのも思うしなるほど。そんな単純な国じゃないですもんね。でもいろいろやめようと思ったり面倒くさいと思ってもやっぱり旦那さんと、それこそ二人三脚でやれたのはこの20数年続いたって大きな理由の一つですかね。そうなんでしょうね。なんかその内輪褒めになっちゃうんですけど、うちの旦那結構厳しいんですよ。なんかイメージ的にですよ、なんかアフリカの人は能天気でこだわらないみたいなものがあるんだけど、彼はめちゃくちゃいろんなことにこだわるし、特に仕事に厳しい人なんですね。なので、それなりに一緒にやっていてやり合う時とか意見が対立する時とかっていうのもあるんだけど、なんか私の中では結局あの人にはかなわないなっていうのがあるんでしょうね。経験値が全然違う。やっぱり彼が経験してきたような人生っていうのは
幸いにも私味わわないで済んだので、だけど彼がその生きてきたその時代であるとか、人生であるとか、そこからなんか私がその得られるものってすごくたくさんあるなって。まあそもそもそっち向いてたんですもんね、OL やってらっしゃって。あれ逃げだからね。いやでも逃げ方っていくつもあるじゃないですか。そこでなんかその海外に向けて逃げるっていう方を選んだ時点で、僕はもみさんなんかそういうふうに世界になんか目がやっぱ向いてたのかなって思うんですけどね。逃げ方いくらでもあるじゃないですか。しかも冷静に考えたらこれ多分テレビとかで見てくれた人が思うには一番面倒くさい逃げ方してないみたいなこの人ちょっとおかしい。いやでも逆に言うと能力、お金、いろんなもんがないと逃げらんない逃げ方をしたと僕は思いますけどね。もっと違う逃げ方いっぱいあったかなと思いますけど、でもご自身は逃げるっておっしゃってますけど、なんか逃げるんじゃなくて違う道、人生のレールを探してたのかなって僕は思っちゃいますけどね。そうなのかもしれないですね。なんか行き詰まってなんか探したかったのはあるのかもしれないですけどね。結果としてじゃあ今このお仕事をずっとNGO ですけど続けてこられてよかった。迷う、とは言えない。とは言えない。なんかそれなりにもちろんいいことたくさんありました。いろんな人が支援してくれるとか頑張れって言ってくれるのはこんなにやっぱり幸せなことはないなとは思うんだけど、実際ここにいてやってると思ったようにいかないことたくさんあるし、やっぱりここにいると孤独なんですよね。なんか日本みたいにじゃあ一杯飲み行くかっていうわけにもいかないし、こうやって日本語でベラベラ喋る友達もここには私いないし、結局なんか自分で溜め込まなきゃいけないっていうのがあるので、やっぱりちなみに旦那さん日本語は結構聞くのは理解してるんだけど喋るっていうことはやらない。なんかお互いの母国語を勉強してないっていう悪い例なんだけど。そうか、そうなんですよ。スワヒリ語だ。そうなんです。生実家それを2人で喋っちゃってたから勉強しようっていう気になれないし教えようっていう気にもならなかったの。本当にもうちょっとそれ不思議な感じですよね。長い時間が過ぎちゃってもうこのまま死んでいくんです私たち。そうか、お互いセカンドランゲージで、しかも英語でもなくスワヒリ語で。それはねミスだなって思ってるけどもういいやって思ってる。ちょっとレアケースですね。じゃあ夫婦喧嘩スワヒリ語。そうだから結構イライラしますよ。こう言いたいのに言えないとかそういう意味じゃないんだとかっていうのがいっぱいあるからちょっと面白いって言ったら失礼けど面白いですね。いや多分そうだと思う。旦那さん英語ももちろん大丈夫？英語はあんまり得意じゃないですね。フランス語ですか、世代的に。多分聞くのはでも同じぐらいなのかな。ちゃんと学んだわけじゃないので文法とか前置詞とかもうめちゃくちゃなんだけど、でも通じればってところ、はい、ちなみに日本語もこうやってペラペラ喋る機会はって言いましたけど、ジャパニーズスタッフっていうのはゼロですか？今はってことかつて今はっていうか過去ボランティアの人がお手伝いしてくれた時とかもあったけど、今は誰もいない。どうですか、再びそういうのもしやりたいっていう人がいたら受け入れますか？実は欲しい実はそういう人がいるといいなっていうのはずっと思ってます。その最後に日本人スタッフボランティアが言ってくれたのはいつぐらいですか？いやもうずっと前ですよ。ずっと前結局ねずっと欲しいのは欲しいんです。そういう人がいてくれたら私もなんかいろんなこと話しやすいし、こういう方あれなんだけど能力的にやっぱり日本人ってすごく効率よくできてるので、一つのことを言うとあれもこれもこうやってくれる人結構いるので欲しいんだけど、やっぱり誰でもいいっていうわけにもいかず、なんでかっていうとね、やっぱりそのボランティアによって
嫌な思いしたこともあったからすごくなんていうのかな若い女性がやっぱりフットワーク軽いのでボランティアとか来てくれたりとかあるいは単純になんか私たちのやってることを見に来てくれたりとかっていうのがあるんだけど若い女性って若いなりに危なっかしいんですよね。モテるでしょ、モテるから、特に日本人はもうアフリカではてか世界中でモテますけど特にアフリカでは結構なんか素直とかちっちゃいし何でも言うこと聞いてくれそうみたいな、笑ってるしね、ヘラヘラ白人みたいにきついこと言わないしみたいなでなんかそれゆえに、勘違いしちゃう子もたくさんいてこっちの人と仲良くなって仲良くなるだけだったらいいですけどね。そうなんです。でそれがあるいはね仲良くなって真剣な方向に向かえばいいんだけど、そうじゃない人もいる。確かに。で女性だとやっぱりいろんな危険はらんでるでしょ。でそれこそやっぱり過去子供ができたっていう人とかもいたし、でそれをやっぱり私はあんまり聞きたくない。自分のそういうことは自分でちゃんと責任持ってくれよって思うんだけど、ね、子供じゃないですからね。で私口を出せる問題でもないじゃないですか。出す NGO もありますけどね、それもまさに自己責任ですもんね。そうなんですよね。だからなんかそういうことがあっちゃったのでちょっとなんかそのボランティアを取るのが怖い。要するになんか自分にとばっちりが来る。ただでさえ大変なのにお母さん役まではできないですよね。だからちょっとそのね人をこう受け入れるっていうことをずっと結構長い間やってなかったんだけど、やっぱりちょっと私も年齢上がってきたしいろんなことをなんていうの私ができないこと、要するに今みんながやってるようなデジタルな部分とかをなんかお手伝いしてもらいたいなってずっと思ってて。もう今更ってあれですけどね、今からまみさんが勉強するよりもできる人に来てもらった方が早い。でまみさんがこの今までの経験でできることやった方がいいですもんね。なるほど、そういう時期ですか。ちょっとねなんか行き詰まりを自分の中でも感じてるっていうか、ちょっとそういう新しい空気をこう取り入れないとちょっとうち危ないかなとか思ったり。あとは変な話けどハンドオーバーするとかっていうのもこの先出てきますよね。ここまで20数年やってきてこられて、でこれでお二人がまだいいですけど10年後20年後っていう時に後継いでくれる人がいないともったいないとかっていうのをそろそろ考えますか？ずっとやっぱりなんか後継者を作らなきゃとは思ってたんです。でやっぱり長く続いたらいいなっていう思いでやってたんだけど最近反省するのは私も彼も後継者を作る器じゃないんだって思ったの。自分でやっちゃうから。できるのと人を育てるのは違いますもんね。なんか教えてるよりやっちゃった方が早いっていう風になっちゃうんですよ。本当は教えた方が長い目で見れる。ちょっと一時手間でも。はい。それがねできない。なるほど。だからなんかもう最悪ここで終わってもいいのかなって思ったり、でも続いてほしいですよ。いや僕ら外の人間から見たらこの20年間で培ってきた現地の信用とかそういうものって新しい人がまた一からやるとまた20年かかっちゃうんで、そのノウハウとその信用っていうのは僕個人からしたら引き継いでほしいって思っちゃいますね。でそこでもう一個難しいのが引き継ぐんだったら自分たちの思いまで引き継いでほしい。そりゃそうですよ。自分たちがやってきたねベクトルが違う人には任せられないですよね。だからね簡単なもんじゃないですよね。そうなの。そんなん出てくるわけないですもんね、そんな簡単に。なんかね言ってることとやってることが違うなっていうのはすごい自分で感じてます。僕もこれ取材する方がメインですけどいろんな NGO を見てきてますけど、
やっぱりその NGO ってきれい事だけで済まないのをなんかこのボランティアで来られたりこっちでやりたいというそのきれいな部分ありがとうって言ってもらえるんだろうみたいなそこだけ思ってる人も多いですよね。そんな甘いもんじゃねえだろうっていう、ありがとうなんて言ってもらえるパターンほぼないとかと思ってるし。ちなみにその義足に関しては需要ってのはこのルワンダの中でいまだ高いもんですか？そうですね、やっぱりどうしてもその虐殺があったので、その時代に足を切り落とされた人とかがたくさんいるので、まだまだその義足が行き渡ってない。もう全然行き渡ってないと思います。そうですか。で結局作ってもまた作り直さなきゃいけないじゃないですか。古くなっちゃうから。もちろんメンテナンスも必要ですよね、はい、だからなんか厄介なこと始めちゃったなって思ったり違う支援だったらよかったのに一発で終わるような支援だったらもっと楽だったかなとか。まあでも逆に言うとそんだけまだまだこの必要性がある求められてるっていうのをちょっと日本の人にも知ってもらいたいですよね。僕自身もその虐殺からもうこんだけはい